回はナンバー28爽やかスカーチョを作っていこうと思います。今回はこの裾のスカラップになった生地を使っていきます。これはちなみにレース工房ルジャンタンさんで購入した面に裾スカラップのレースの刺繍のしてあるものなんですけど、ちょっと一回水に入れたらレース部分が縮んでしまったんですけど、この縮みは無視するような形で裁断をしていこうと思います。型紙には裾に4センチ縫い代がついているんですけども、この部分は折ってスカラップの端に合わせます。あと地の目はこれが地の目になってるんですけど、生地の地の目としてはこうなんですけど、スカラップ使いにしようと思うとこの線が横地の目に通るように合わせて裁断をしていきます。あとスカラップはこう、出て入って出て入ってっていうスカラップの形になっているんですけど、この縫う位置がこのスカラップのどの位置に来るかを見ながら、だいたい山の上、ここも山の上でセットしたら、前のパンツも山の部分に縫い目が来るように意識して裁断をしていってください。この前パンツ、後ろパンツを裁断したら、上の部分でヨークが取れます。あとポケットはこの横で取っていきます。縦地の目で取った時には葉尺が112センチ幅で240センチ必要なんですけど、だいたい横で取ってもそのぐらい柄があったりするので、横で取ってもそのぐらいあれば十分に裁断ができます。ポケット口に伸び止めテープを貼ります。ポケット口上下1センチ長く出来上がりにかかるように貼ってください。ポケットを作ります。
前パンツと袋布を合わせてこの縫うところをこの字型で書いておくといいです。洋服のウエストの三つ折りアイロンをします。まず1センチで折ります。次に4センチで折ります。4センチの倍の8センチで印をつけたので、そこに合わせて折ると4センチで折れます。今回は裾スカラップのレース使いなので裾を折りませんが、普通のスカラップレースを使わない時には1センチ折って3センチの裾三つ折りも先にアイロンをかけておいてください。ポケット口をこの字型に縫います。ポケット口角に向かって斜めに切り込みを入れます。なるべく角ギリギリまで切り込みを入れてください。これで袋布を裏に返していきます。ポケット口を一度割るときれいに裏が控えられます。裏を1ミリ控えて、先ほどのこの字型に縫った部分はカクッと直角に出しておいてください。ポケット口に5ミリのステッチをかけます。袋布に向こう布を合わせます。ポケット周りを縫います。ポケット周りにロックミシンをかけます。ポケット口上下に仮留めをします。この仮留めは後ろパンツと合わせて縫うときに
ポケット口の位置が分かるように仮止めをしています。この角ちょうどにミシンの終わりが来るように仮止めしてください。脇と股下をまずは留めます。スカラップの端を合わせています。脇を縫います。脇を縫う時には前身ごろを上にして縫って、仮止めをしたポケットの上下はその真上をミシンが通るように縫ってください。ポケット口上端までいったらポケットの内側のこの部分を縫わないように奥に押して気をつけて縫ってください。ピュッと引きます。また下端まで来たらミシンの上に針が落ちるように縫ってください。裾はきれいにつながりました。また下を縫います。脇にロックミシンをかけます。また下にロックミシンをかけます。裾がスカラップなのでこのロックミシンの端を中に入れていきます。これはループ返しなんですけど針につけて入れたりしても良いです。脇をアイロンで後ろに倒します。また下も後ろに倒します。スカラップレースを使う場合は
この縫い代がペラペラしないように、ここを手でまつるかミシンで縫っておいてください。レースの形に合うようにステッチをかけてみました。ポケット口上下に缶止めをします。2往復します。そして後ろに1針ほどはかけてください。尻ぐりを合わせます。どちらか片方を表に返して中に入れます。これで中表で合うので留めていきます。尻ぐりを縫います。尻ぐりは裂け防止のために2度縫いします。尻ぐりにロックミシンをかけます。尻ぐりの前後ともまっすぐのライン、前後15センチぐらいだけ右側に倒してアイロンかけてください。カーブの部分はアイロンをしなくてもいいです。タックを縫います。前の中心部分だけボックスタックなので、ボックスの端の合い印のところで縫い代分の1センチだけ縫っておきます。これでタックを潰すようにしてボックスタックにして、中央の縫い目と先ほど縫ったところが合うようにしてから上端を仮留めします。縫い目と中央のボックスタックが合っています。
あと左右2本ずつタックがあるんですけど、中央に倒れるように畳んで仮止めをします。タックが仮止めができたら、ポケットも前側に合わせて仮止めをしていきます。タックを取った後に出ないと仮止めはできません。ヨークの脇を合わせます。左脇はゴム通し口を作るので開けて縫います。どちらが左かわからなくなるので印をつけています。折った部分は伸ばして縫ってください。ヨークの脇を縫います。左脇のみゴム通し口を開けて縫います。ゴム通し口の部分のみ、通し口下の端から5ミリ下でチョキンと切ります。切ったところから上は縫い代を割ります。ヨークの脇にロックミシンをかけます。ヨークの脇の縫い代を後ろに倒してアイロンをかけます。ゴムの通し口をミシンで縫います。ウエストの上下を縫います。まず上端 1、2 ミリで縫います。ウエストの下端を縫います。ヨークと前後のパンツを中表で合わせます。
洋服と前後パンツを合わせて縫います。洋服のはぎ目にロックミシンをかけます。洋服のはぎ目の最後のロック糸も中に入れておきます。洋服の縫い代を洋服側に倒してアイロンをかけます。洋服側に 1、2 ミリのステッチをかけます。ゴムを2センチ重ねて周りを縫います。ゴムがくるくると回ってしまうのが嫌な方は両脇の縫い目のところで縫っておくと良いです。
完成です。今回は裾にスカラップのレース部分を使ってこの爽やかスカーチを作ってみました。上にこういう短丈のものを着てもいいですし、ちょっと生地を多めに頼んで裾にスカラップのを使ったフレンチスリーブとか上着を作ってセットアップで着ても素敵だと思います。皆さんも作ってみてください。服工房ではこのような洋裁本を出しています。洋裁本にある服の作り方を詳しく YouTube で出しています。この本で服作りが好きになって楽しんでもらえたら嬉しいです。